田キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はね、新型 MacBook Air について今後どうなっていくのかっていうのをね、お話ししたいと思います。新型の MacBook Pro がね、新しく登場しまして、これ素晴らしいマシンではあるんですが、自分にはやっぱね、こんな高性能なマシンいらないよなとか、一番安いモデルでもだいたいね、税込みで24万円からっていうね、なかなかこれ手が出ないなと思った方も多いと思います。そこで気になるのがやっぱ次のね、この MacBook Air じゃないかなというところで、おそらく大きなこのデザインチェンジだったりですね、新しいカラーですね、そして次世代の M2 チップとおそらく呼ばれるであろうものが搭載されると噂されております。なのでこの動画ではですね、新型 MacBook Air どんな機能とかデザインになっていくのかだったりですね、じゃあ価格はね、どれぐらいになるのか、発売時期とか、非常に気になると思うんですよね。登場するのかみたいなところも情報がどんどん出てきてますので、分かりやすくね、解説したいと思います。なんで M1MacBook Air ね、今買ってもいいのか、それとも M2 ね、MacBook Air を待つべきなのかみたいなところもね、僕の考えとかも含めてね、お話ししたいと思いますので、また今後もね、こういった情報を知りたいな、新しい情報を知っていきたいなっていう方はですね、ぜひチャンネル登録していただくとね、情報ね、届きますんで、ぜひ通知ボタンと一緒に下の赤いチャンネルボタンをね、押していただければと思います。で、いつも見てくれてる方はね、ありがとうございます。ただもうグッドボタンを押すだけで大丈夫です。はい。押してくれました？はい。まずはそもそもね、じゃあ M1Mac ってなんだよみたいなところからちょっといきたいと思うんですが、つまり現在のこの MacBook Air なんですけども、昨年2020年の11月にですね、M1 チップというものがね、搭載された Mac が、これ発表されました。これ何がじゃあ変わったのかと言いますと、パソコンの頭脳である CPU ですね。こちらが、変わりましたと。人間でいう脳みそに当たる部分なんですけども、今まではそのインテルのチップっていうのがね、入ってたわけなんですよ。皆さん買うときにね、なんかインテルの Core i5 やら7やらなんか9やらみたいなね、書いてあるのね、見たことあると思うんですけども、もうなんでインテル入ってないっていうね、Mac には入ってないということになります。なので Apple 独自の CPU、こちら頭脳のものに変わりましたよということですね。それが俗に Apple Silicon と呼ばれるものになります。で、その最初が M1 チップというね、ものになるんですけども、で、その M1 チップがね、搭載された MacBook Air、これがなかなかね、良かったんですよね。詳しくは僕も今までね、レビュー動画いっぱい出してるので、前回も出したんですけどね、1年レビュー。こちら動画見ていただければね、わかると思うんですけども、特徴としては本当に高性能でありながら、バッテリー持ちがね、非常に良かったりとか、発熱が少なくて、フリーズとかね、そういったものもないということで、結構驚かされた1年でしたね。実際にやっぱ売り上げとかもね、好調だって、Apple 自体の業績も、結構良かったりしたわけなんですけども、最近もね、新型のね、この MacBook Pro 登場したんですけども、一番安いモデルでもさっき言ったように約24万円からするということで、M1MacBook Air だと大体11万円ぐらいでね、一番安いモデルと変えてしまうので、未だに非常にコストパフォーマンスがね、高いマシンであることは最強のコストパフォーマンスのマシンだと思うんですよね。ただね、M1MacBook Air のこの外観ですね、デザインについてはやっぱりインテル版の時のままなんですよね。全然変わってないと。つまりこれ Apple Silicon のために、最適化されたデザインじゃないんですよね。デザインのね、大幅な刷新がやっぱ Apple Silicon に合わせてされるんじゃないかということでですね、薄くて軽いようなね、パソコンになるんじゃないかと言われております。例えばその新しく登場したね、iMac がね、今年春登場したんですけども、こちらも非常に薄くてね、ポップでカラフルなね、デザインになったりしてます。こういったことが MacBook Air でも行われていくんじゃないかなということでですね、ここからはじゃあ実際にね、具体的にじゃあどんなデザインになっていくのかのところですね。あと新しい機能とか、細かい部分をちょっとね、見ていきたいと思います。リーカーというね、方々、こういった情報を持ってきてくれるね、情報筋のね、方によりますと、こちらですね、ブルーモデル、これなるんだと思うんですけども、現在の Air よりは軽くて、やっぱ薄いっていう風なものになりそうということですね。で、また別のこのレンダリング画像、こういった製品になるんじゃないかと予想される画像ではですね、新型のこの MacBook Pro にやっぱ似たようなね、デザインになるんじゃないかということですね。プロの14インチとか、これ16インチ、14インチとか16インチとかは、結構やっぱ厚めのね、デザイン、なってるので、それがやっぱり薄くなるんじゃないかなと思います。全体的にやっぱりね、なんかフラット、非常に平らなデザインに、ね、なってるような感じですよね。で、本体のやっぱ角自体は、プロと同じような感じで、丸くなるんじゃないかなというところですね。実際やっぱ底面に、プロみたいに、この画像だとね、実際支える部品がね、丸いのとかついたりとかするんで、もう少し実際ね、エアーのこの画像よりはちょっとね、高さあるんじゃないかと思いますけども、やっぱ底面にこのグリップというかね、この固定する部分がないと滑っちゃうんですよね、使ってる時に。そして、ディスプレイですね、画面については、プロの14インチとかに近いものになるんじゃないかと
思いますね。おそらく14インチか、もしかしたら13インチぐらい、同じままの大きさかもしれないんですけども、サイズで、ノッチもおそらく採用されるんじゃないかなと言われております。で、そしてこの画面周りがですね、見ていただいて分かるとおり、白くなるってね、いわゆる白いベゼルというものになるかもしれないと。これはさっき話したように、iMac がね、同じようなデザインを採用したので、それをね、やっぱり Air も引き継ぐ可能性が高いんじゃないかということですね。そして、カラーバリですね。カラーバリエーションに関してはですね、iMac とかiPad Air 4とかと同じようにですね、非常にカラフルな選択肢になるんじゃないかと言われておりますと。例えばそのグリーンとかね、ブルーとか、そういったカラー。やっぱり今エントリーレベルのApple 製品ですね、っていうのが、やっぱり安い価格帯の一番この手に取りやすい製品っていうのが、やっぱり全部今ね、ポップでカラフルなね、デザインになっていってるんですよね。なんでやっぱ若い人とか女性の方とかを特に意識したような感じになってますと。これなんでね、こういうことやってるかっていうと、やっぱり昔のね、この Apple のやってたことを非常にやっぱ現代風にして持ってきてるみたいな感じなんですよね。昔のこの iBook とかいうね、Mac あったんですけど、そういったものとか、MacBook Pro もね、今回出たモデルも、昔のね、やっぱ MacBook を非常にどう見ても意識しただろうっていう風なデザインになってるんですよね。実際白いベゼルとかもですね、結局は昔の最初の方の MacBook って白かったんですよね。その原点回帰みたいなところはやっぱあるんじゃないかなってところで、こういった予想の画像出てきてるのかなと思います。個人的にはカラフルなデザインになるのはね、いろんな組み合わせとかね、楽しめたりするので、全然別にいいのかなっていうね、個人的には面白いのかなと思いますけどね。今までなんかどっちかというともう本当にシルバーとね、スペースグレーとゴールドぐらい。それはそれでシンプルで良かったんですけど、ちょっと飽きたりもすると思うんで、とはいえこういったリーク情報もね、これはちょっと怪しいんじゃないかっていう部分も個人的にはあってですね、信じすぎるのもちょっとどうかと思うんで、それぞれやっぱ見る人はね、判断に任せたいとは思うんですけど、ただやっぱね、この白いベゼルのデザインについてなんですけども、そもそも見た目としてね、まず賛否両論ダサいんじゃないかみたいなね、話もあると思いますけど、意外と個人的には悪くないのかなと思ったりするところもあるんですけど、昔もさっきみたいにね、MacBook はやっぱ昔もともと白いパソコンとしてね、あったっていうのもあるので、やっぱ今のパソコンって全部ね、画面の周り、やっぱベゼルっていうのが黒いんで、白くするだけ白くして、例えばノッチがあると、MacBook ってもうね、分かりやすいっちゃ分かりやすいっていうね、一目で分かるんで、そういう意味ではいいのかなと思ったりするんですけど、それまだいいんですけども、問題はやっぱノッチノッチかなと。ベゼルはまだいいとして、今回プロのモデルにね、採用されたことによって、おそらくこの予想される画像でも、ノッチ、次の MacBook Air でも採用されるんじゃないかっていうことなんですけども、ただね、このね、白色だとね、非常に存在感がね、強すぎるんじゃないかなっていうのが僕の個人的な意見なんですけど、例えば新型 MacBook Pro のこのノッチはですね、画面の上部分にね、ついてるんですけど、黒いんですよね。黒いので、目立ちづらいんですよ。これがやっぱ白色になると画面のやっぱこの体験っていうのをね、妨げるんじゃないかなと思ったりもしますと。なので、もしあるとすれば、画面上のノッチがなくて、ベゼルが白いっていうね、風な、デザイン。今の MacBook Air を、ベゼルを白くした感じなのか、それか MacBook Pro と同じように、黒いベゼルでノッチつけるかみたいな。そういった選択肢にもしかしたらなってくるのかとか、ちょっと考えたりしたんですけども、そこら辺もちょっと Apple がね、どう判断してくるのかもね、注目かなと思いますね。ということで、あなたはね、どう思いますか？ぜひね、コメントいただければと思います。で、また個人的に期待したいのがですね、ミニ LED ディスプレイ。で、新型 MacBook Pro にはですね、小さな LED っていうのが数千ってね、なんか書いてあったんですけど、要するに画面にバーって敷き詰められてるんですよね。プロ14インチ使ってるので、これ非常にわかるんですけど、体験今してるんでわかるんですけど、画面はね、正直めちゃめちゃ綺麗ですね。多分このラップトップ、こういった形のパソコンの中で多分一番綺麗なんじゃないかなっていうぐらい。まず画面がね、やっぱり明るくて非常に見やすいっていうのと、この明るさのことをね、輝度とか言うんですけどね、この輝度が高い分、やっぱり反射とかもね、少なく感じるんですよね。そういうところだったりとか、色の表現っていうのは非常に豊かなんですよね。例えばこのコントラスト比って言われるのが、100万対1というもので、要するにその明るい部分と暗い部分の差っていうのが結構はっきりしてるんですよ。文字がね、ちょっとね、浮いてるような感覚で見えるというか、見やすいってことですね、いわゆる。またこの 120Hz のプロモーションディスプレイっていうのに対応してまして、いわゆる1秒間に画面が最大で120回書き換わるということなんですけども、いわゆるなんでスクロールとかするときに、横に動かしたりするときも非常に滑らかに動いて見えるという感じですね。この画面についてもやっぱ Air も対応してくれると非常に嬉しいかなと思います。可能性としては全然あると思うんですけど、画面に関してはプロユーザーじゃなくてもね、非常にこの画面の体験っていうのはね、分かりやすいと思うんで、そして接続端子についてはですね、Mac Pro とかに比べるとかなりシンプルな感じになりそうかなっていうところで、ただ Air を購入するやっぱ層の人、買いたいような人っていうのは、そんなにやっぱりね、そんな端子使うってことはね、少ないと思うので、大丈夫かなとは思うんですけども、で、ポートについて
ては、プロでも復活した、マグセーフ充電器ですね。磁石でこうくっつけて充電するタイプと、従来通りの USB Type-C、サンダーボルト対応のものが左側に1つと、右側にも Type-C ポートがつくというふうにね、このジョン・プロスターさんの画像ではなってますと。例えば SD カードスロットとか HDMI ポートとかは、プロモデルね、ついたんですけども、そういったものはね、エアーには搭載されないんじゃないかと。左側に、USB-C をもう1個ぐらいね、やってもいいのかなっていう気はしてて、例えばその USB ハブですね、その SD カードを例えば挿したいとかなった時に USB-C のハブっていうのをね、拡張のために挿したりするんですけども、Type-C が2つないとこうね、使えないようなタイプ。僕も実際こういうのを持ってたりするんですけど、こういったタイプですね、2つ挿して使うようなタイプもあったりするんで、この辺を考えると2個にね、なってもいいのかなっていう感じはしますけどね。これ気になる性能についてなんですけども、つまり搭載されるであろう、M2 チップ。M2 チップという名前になるかどうかわかんないんですけど、現在の M1 チップとかでも、正直ね、十分に使える性能と言いますか、高性能なので、僕自身もその、メイン PC としてね、大体もう1年間ぐらい、普通に動画編集、YouTube やったりとかね、ゴリゴリにやってたりできてたので、なので M1 チップの後継に当たるもんですね。それの強化版みたいな感じになるんじゃないかと思います。それがもしかしたらその M1 プロチップってもう1個上の今14インチとかにね、僕プロモデルに入ってるやつの搭載ももしかしたらあるかもしれないんですけど、基本的にはやっぱ M1 チップと同じですね。CPU は8コア、GPU ですね、グラフィック性能に関しては M1 が7かもしくは8コアだったので、それが9から10コアぐらいに増えるんじゃないかと言われております。コア数は要するにもう人間のそのさっき言った脳みそをね、数だと思ってもらえばいいと思います。で、多いほど賢い、性能がいいということになりますね。で、おそらく予想としては今このプロの14インチ、多分最安モデルと同じぐらいの性能になるんじゃないかなと思いますね。というもの、この新型プロの14インチ最安モデルはですね、M1 プロチップなんですけども、CPU が8コアなんですね。他のモデルは全部10コアになってるんですけど、なので CPU のコア数自体は、一緒なんですよね。中身がちょっと違ったりするんですけど、似たような性能になる可能性っていうのは非常に高いんじゃないかなと思ってます。薄いんだけども、よりその薄くなって高性能、薄さとか軽さにフォーカスしたマシンになるのかなと。で、GPU の性能は9からおそらく10コアあたりになるんじゃないかと言われてるんですけども、なので画像とか動画編集に関してはやっぱ M1 と比べてもちょっとやっぱ差があるんじゃないかなっていうところですね。おそらく M1 とプロ14インチ、この最安モデルの間ぐらいの性能になるんじゃないかなと思います。バッテリー持ちに関しても多分 M1 と同じくらいになるんじゃないかなと思うんですけど、M1 でもインターネット接続でだいたい15時間とか、ビデオ再生何時間とか18時間とか19時間とか、結構やっぱバッテリー持ちはいいんですよね。ただこの今回プロのね、モデルでちょっとなんかその表示としてはね、下がってはいたので、本体薄くなるってことを考えると、同じ、バッテリー持ちは同じぐらいっていうね、言い方してくるのがなんかちょっとアップルっぽいかなっていう感じで、もしかしたら伸びるかもしれないんですけど、で、また気になるこの価格についてなんですけども、今のね、M1MacBook Air よりはまず高くなるというのは確実かなと。まず安くなるってことはないと思いますね。新しいチップとか、やっぱりそのデザインのね、さっきみたいな大きな刷新っていうのね、あるので、今の Air と同じ、例えば価格で出してくるみたいな感じにはないと思います。おそらく M1 Air のモデルですね。モデルと、新型 Air と一緒に並んで販売するような形になると思いますね。なので M1 Air と、MacBook Pro の間の位置づけになると思います。なので M1 Air とその、MacBook Pro 今のこの24万円、一番安いところの間ぐらいになるので、だいたい海外の記事とかだと、1499ドルぐらいじゃないかなと言われてたりしますと。なんで日本円で言うとだいたい税込みで多分17、8万円ぐらいからになるんじゃないかなと思いますね。スペック上げていったらどんどん上がっていくみたいな。で、M1 Air がやっぱだいたい今11万円ぐらいなので、プロ14インチが、24万円ぐらいって言うとさっき言ったので、その間ぐらいなので、そのぐらいになるのかなって感じですよね。気になる発売日についてなんですけども、これも結構いろいろ言われてるんですけど、今のところは来年2022年の後半からだいたい第3四半期ぐらいじゃないかと言われております。なんでだいたい来年6月から9月ぐらいの間じゃないかなと。早かったらもしかしたら春頃とかあるかもしれないんですけども、だいたい毎年6月にですね、WWDC っていうアップルのね、開発者向けのカンファレンス会議が、発表会があるので、おそらくその後ぐらいが結構現実的なんじゃないかなと思いますね。そうなると9月とかあたりがリアルなのかなと思います。最後にね、じゃあこの M2 の MacBook Air ね、待つべきなのか、待つべきだったらどういう人なのかとか、じゃあ M1MacBook Air ね、今買ってもいいんですかみたいなところね、お話ししたいと思います。結論変えれば全然M1 のね、
MacBook Air 今全然買ってもいいと思います。まず M1 のやっぱその性能に対してですね、コスパですね、コストパフォーマンスが非常に良いので、僕もやっぱりその、発売から使ってるんですけども、ゴリゴリにね、こうレビュー動画とかもちょっと見ていただいて、10万円前後でやっぱりその、例えばインテル版の、16インチとかを超えるような性能とかあったりするんで、さすがにちょっと GPU 性能はね、負けちゃうんですけど、あとハード面でね、キーボードとか全然トラックパッドとかも、多分その10万円ぐらいの同じパソコンとかと比べたら、やっぱりそのビルドクオリティというかね、製品自体のクオリティもやっぱ高いので、バッテリー持ちがね、めちゃめちゃいいので、外で例えばちょっと重めの作業とかしてもですね、全然大丈夫なんですよね。逆になんで、新型じゃあ待つべき人はどういう人かっていうと、新しくね、カラフルなデザイン、多分なるだろうっていう、そういったものが好みだったりですね、今例えば使ってるパソコン自体の性能に結構ちょっと不満があるなとか、特に GPU 性能、そういった人は全然待ってもいいのかなと思いますけど、ただ性能的に不満がね、あるのであれば、今やっぱ M1 Air とか買っておいて、今からやっぱ快適に使った方がね、いいと思うんですよね、正直。結局その、待ってる時間がもったいないというか、時間がね、節約できると思うんでね。ただやっぱ Air で、じゃあゴリゴリ動画編集とか、画像編集やりたいとかであれば、やっぱ新しく出たこのプロのね、14インチとか16インチとかがいいと思うので、こちらもちょっとレビュー動画あるんでね、こちらもちょっと参考にしてもらえればなと思います。ということで皆さんはね、この新型 Air どう思いますか？欲しいですか？いつ出ると思いますか？とかね。それともプロがね、欲しいかとか、いろいろちょっとコメントでいただければと思います。こちらの動画少しでも役に立ったと思ったらぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、通知ベルも忘れずお願いします。あとTwitter の方ではですね、動画で話してないこととか言ってないことをね、ツイートしたりもしてますので、フォローお待ちしております。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバイ。いやー、ということで実はね、M1MAX のね、プロも来たんで、ちょっとそことかもね、比べてみたいと思います。ちょっとまだ忙しくて開けれてないんですけど、またちょっと移行がね、めんどくさいですね、これ。14インチ、をコピーしてね。結構時間かかるんですよね、Mac の。Mac の移行はね、結構まだめんどくさいですね。iPhone とかは、楽っちゃ楽なんですけど、Mac は結構時間かかるね、やっぱり。仕方ない。データ重いから。M1MAX と、M1 Pro。あとM1 でじゃあどれぐらい違うのかみたいなのね、正直普通に使う分には M1 で十分だと思うので11万ぐらいで買えちゃうからね、はい、なんてモリモリでね M1MAX 多分ほぼ買ったんでほんと4、50万とかいっちゃうんでそんなにスペック普通はいらないんでね、ただ僕が早く編集したいだけなんで、はい、頑張ります。